城崎温泉駅は兵庫県豊岡市に位置します。駅舎は大きくてお寺のようにも感じられます。早朝の駅には人影がありません。ここ城崎は駅名にもあるように温泉が有名です。開湯から1300年、7つの外湯が楽しめます。冬は日本海で採れるカニ料理が食べられます。そして志賀直哉などの文人に愛された町でもあります。駅名は豊岡市への合併を前に平成17年2005年に城崎駅から改称されました。駅舎は平成28年にアールデコ調を維持しつつ改装され、水風専用の改札口が設けられました。京都駅から始まる山陰線は城崎温泉駅まで電化していますが、この先は伯耆大山まで非電化区間となります。そんな境目の駅です。駅前にはロータリーがあり、散水による消雪設備があります。きっと冬の城崎温泉は非日常が申し分ないくらい感じられると思いますが、花咲く季節はカニが終わり、落ち着いた観光が楽しめるんです。それでは温泉を紹介する前にちょっと反対の方向に向かってみましょう。まずは駅からすぐの城崎小学校。桜が咲くと春を実感しますね。駐車場は駅から少し離れて24時間で600円。土日は倍以上に上がります。豊岡方面に伸びる線路は単線電化区間です。電化していても気動車がやってくることがあります。とても待たされますが、イライラしてはいけません。長い。いやー、つい声に出てしまいました。丸山川に架かる橋は城崎大橋。昭和31年に架けられて60年以上が経ちました。重量制限があり、通行には気をつけねばなりません。しかしこの明かりがいい感じを出しています。また幅員が 4.5 メートルと狭いのです。今から渡るのですがちょっと不安。対向車来ないで。城崎の街が見える。釣りはダメだね。玄武洞。ああ、船で渡ったな。橋の真ん中には交代するところがある。上りの特急浜風が出発していく。対岸には城崎大橋の架け替え工事をしているとある。後で見てみよう。橋以外にも細い道を作り変えているようです。豊島湿地。八五郎の豊島湿地の管理棟です。八五郎は2002年に突然この地に舞い降りたコウノトリの愛称です。8月5日にやってきたそうですよ。汽水域の湿地の一部を市が買い取り、継続して残すことになりました。コウノトリの音です。くちばしをカスタネットのように叩き合わせて音を出しています。クラッタリングと言います。
施設全体で 3.8 ヘクタールと広大です。おお、来ましたよ。春になると草花が一気に成長を始める。現在地はこうか。ラムサール条約湿地ということで世界的にも重要なところなんですね。続いてやってきたのはすぐ近くにある厳島神社。ここは福祉施設の敷地を通る必要がありますので事務所にお願いしました。水の中に立つ鳥居がいいですね。もしかしたら船でお参りに来るのでしょうか。本殿と拝殿が一緒になっているようです。小さいながらも屋根に特徴のある建物です。川から入り組んだ湾になっているため穏やかな水面です。はじめは感動した風景もいつしか穏やかすぎてつまらなくなるんですよね。全く勝手なもんです。秋には紅葉に染まり美しいことでしょう。ありがとうございました。さて、建築中の城崎大橋を見に行こう。高いところを通るようになるんだな。幅員が11メートルを超えて現代的な橋になるようです。自転車も快適に通行できるでしょう。完成は令和6年度予定だからもうすぐだね。こちらが温泉街ですね。さて、駅に戻ってきました。ちなみに豊岡市の花はチューリップです。温泉街を見ていこうか。駅の横には外湯の一つ、里の湯があります。ただ現在は工事中。老朽化や採算面から一旦休止し、解体後に新たな施設を建築するそうです。確か川が見える露天風呂があったと思いますが、改築後を待ちたいと思います。駅通りを北へ進むと賑やかな店舗に出会えます。はい、お土産屋さん。カニ。そんな中にスーパーがあるんです。温泉が唯一のスーパーです。続いて地蔵湯。意外と近代的な公衆浴場です。由来は源泉から地蔵村が出てきたからです。地蔵湯の前はファミリーマートが目立たぬ色使いで存在し、奥に山陰線が走ります。そして温泉街を貫く大谷川。両側には緑の並木が情緒豊かに彩ります。川面には桜の花いかだがとどまることなく流れていきます。マンホールにも桜と大谷川に架かる橋が描かれています。上を見ても下を見ても桜だよ。いいね。朝日が眩しい。大谷川の南沿いを走るのは南柳通り。旅の思い出を撮りたくなるよね。これはハンコ屋さんでしょうか。プリン専門店もいいな。バス停もモノトーンで馴染んでる。全端バスなんだ。
川の護岸には玄武洞で採れた石が使われています。大きさ、形が揃っていて扱いやすいでしょうね。朝風呂に向かうようですね。花の季節はいいね。花びらの歩道を歩くと城崎麦わら細工伝承館に到着。大麦の藁を平たくし色付けしています。こんな緻密で色鮮やかな作品ができるんです。表面はツヤツヤ。制作体験もでき思い出の一つになりそうです。お、あんなところにロープウェイがあるじゃないか。表通りからは一本入った木屋町通り。爽やかな風を受け、目は上ばかり見てしまいます。どこも絵になるんです。曼荼羅湯、717年に道地が開湯しました。1300年以上前のことですよ。ここは午後3時から入れるんだね。外湯巡りの1日券だと1500円、1箇所だけだと800円です。外湯は7つあり、曜日ごとに休みの日が決まっていて、1日では全てを回ることができませんでしたが、2024年4月からは金土日曜日は里の湯を除く6つの外湯が全てが1日で回れるようになりました。温泉地のそばからロープウェイが運行しています。上からは温泉街が一望です。さらには日本海まで。城崎温泉の元湯を見つけました。湯気が見えるよ。温度は81度と高温です。排水口ならそう熱くないだろう。いや、ひろみ号だよ。あちち足湯もある。読めないな。透き通ってて匂いは特にないが熱い。鳥のさえずりとともに足湯に浸かる。おつですな。ロープウェイの先には温泉寺がある。城崎温泉にやってきたぞ。すぐそばにはドリンクを提供してくれる店舗があります。城崎ビールに城崎ジェラート。風呂上がりに良さげ。そして城崎コーヒー。何でも城崎がついている観光地らしいネーミングだ。お次は河野湯。駅から一番遠くの外湯です。ここは7時開湯です。やっぱりコウノトリに関係するんだな。近くには旅館が立ち並んでいます。そして西村屋本館、創業160周年を迎えた古くからある旅館です。別当はすき家造りで登録文化財に指定されています。和にどっぷりと浸れそうです。1泊7万円くらいです。お、玄武洞で見た石が使われていますね。こちらは三木屋
創業300年の日本旅館です。志賀直哉の名作城崎にてが生まれたところで、静かでゆっくりした時間が流れます。次は御所の湯。鎌倉時代後堀川天皇の姉が入湯されたという増鏡の記述より命名された湯です。神社のような玄関です。今日は木曜の定休日、そして工事中となっていました。一つ一つ由来とか書いてあるんですよね。長い歴史を持つ温泉街です。ここの路面には隠れたカニがいますよ。見つけてみてね。隣は支所神社。温泉街の真ん中にある神社で、主催神は湯山主の神。いずれの神様も温泉の神様として崇められています。きれいにお祭りしてある神社だな。新しい土地を訪れると神社にお参りすることにしています。長くこの地にいらっしゃるわけですから、ご挨拶がいるのかなと思いまして。それに人々の生活があった証ですからね。毎年4月23、24日は温泉祭りが開催されます。周囲はお土産店があったり飲食もできて、温泉街の中心地に感じます。木屋町小路は小さなショップの集まりです。自然豊かな城崎の幸に出会えそうです。次は一の湯。道路に面した学校のような建物です。江戸時代の医師が天下一と評したことから名付けられたとか。柳の緑が何とも言えない風情を醸し出しています。さりげなく金融機関が街の風景に馴染んでいます。次は柳湯。北柳通りに面していますが、気づかずに通り過ぎてしまうところでした。柳の根元から湧出したことが名前の由来で、古樹安山小佐漬けの湯として知られています。湯はもちろん天然温泉。いくつかの源泉の湯を混合して配当しているんですね。こちらは3時から開湯です。これで7つの外湯を巡ったでしょうか。湯の便は見かけないね。お客さんが来始めました。今日もにぎわいそうです。小高い丘を越えました。温泉街から離れ、住宅が立ち並びます。ほんの少しの丘でしたが、ガラリと変わりました。山陰線です。城崎温泉から西はしばらくの間、非電化区間になります。川とつながる桃島池。その脇に豊岡市役所の城崎庁舎。部署の一つに城崎温泉課があるんですよ。さすがです。ここは海抜 1.9 メートルと標高が低く、水害にたびたび遭ってきました。平成16年には赤いラインまで浸水したそうです。腰ぐらいの高さまで水に浸かったなんて大きな被害です。道向かいには東山トンネル。行ってみよう。このワープしている感じが好きなんだ。出てみると旅館の社宅だったりします。戻ってきた。また山陰線です。大谷川にかかります。奥には城崎温泉駅がちらり。それでは一つ湯を浴びてこようか。地蔵湯でしたね。お風呂はここだけ入れば800円。42.5 度。そりゃ暑いよな。だんだんにぎわってきましたよ。それではこちら大光商店でお昼にしよう。1階は海産物やお土産の販売。鬼エビなんてあるんだ。ホタルイカや
カニ。少し海の匂いがします。2階に上る階段にはドーンと料理写真が並ぶ。悩んで足が進まない。店内は50席ほどあり、ゆったりできました。壁には有名どころのサインも。悩んだ末に海鮮丼にしました。いわゆる海鮮丼ですね。風呂上がりのお茶がうまいな。来たよ。海鮮がいっぱい乗ってるな。お汁もついてていい匂い。いただいてみよう。大きなマグロにコリコリしたタコ。煮物はイカと大根を炊いています。あっさりした味付けです。乗ってる海鮮は9種類かな。甘エビやウニ、ハマチもあるね。いいぞ、大きく食べよう。わさびがきた。必死に耐える。そしてうまさに涙する。イクラにサーモン、タイもある。ごちそうさまでした。お次はお土産だな。旅酒なんてあるよ。その場所に行かないと買えない酒なんだって。城崎温泉ではここ岡本酒店でのみ販売です。スタンプも押してもらい一つゲット。48番が姫路から城崎温泉の旅だそうで、名城市場の日本酒です。さて、駅通りは新旧の店舗が混じっています。古さの中にも新しさが混じり魅力を増しています。駅には帰りのお客さんが集まってきました。旅館からは送迎バスに乗ってやってきます。おお、世界のいろんな地域の方がいますよ。上りの特急まであと15分。続々と集まってきます。会話も言語が混じってる。駅員さん大変だな。次の竹野に向かうのですが、スイカやイコカは使えません。切符を買いましょう。支払いはスイカが使えます。竹野までは200円。切符売り場はいるでしょうな。豊岡方面は特急を含めて1時間に2本かな。半分は特急。鳥取方面はぐーんと減る。1本乗り過ごすと待ちぼうけを食らう。駅の中でもお土産が買えます。ホームを見ていこう。城崎温泉駅は玄武洞駅と竹野駅の間にあります。改札を出ると4番線。番線により種別と方向がだいたい決まっていますが、折り返しとなる列車が多いのが特徴です。電車はまず折り返して豊岡方面になります。駅は道路を挟んで丸山川に沿っており、低い位置にある。名所はやっぱり温泉。湿地もいいですよ。王様広場ってなんだろう。通過列車もあるにはあるようです。特急コウノトリの出発時刻が近づいてきました。近畿の駅100選に選ばれており、見ておきたい駅であり街だと思います。みんな湯に浸かって癒されたかな。なんだろう、津波や高潮対策と感じますが分かりにくい。
さあもうすぐ出発だ。新大阪行きの特急こうのとり。その前に竹野方面に向かう折り返し列車が来るようです。まもなく2番乗り場に列車が参ります。ディーゼル車がやってきました。折り返し鳥取行きとなります。休憩室はガラス張りで冷暖房完備。コウノトリにまた会いたいな。まもなく3番乗り場から列車が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。駅メモはスマホを使った位置情報ゲームです。その駅に行ってポチッとするんですね。さて出発かな。車内は平日の昼間なのでまばらです。というかほとんどいない。やってきた特急からの乗り継ぎを待って出発するようです。城崎温泉はいつ来ても楽しませてくれます。柳の緑、雪の白、温泉の透明、そして桜の桃色、記憶の残る旅になりました。それではまた次の駅でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。